こんにちは、写真家の井上弘樹です。今回の写真表現ゼミでは 100×400mm の望遠ズームレンズに焦点を当ててその魅力をご紹介します。この 100×400mm という焦点距離は風景から野生動物、そしてスポーツや飛行機まで非常に幅広い用途で活躍する万能レンズです。私自身もこれまでの撮影で100×400の柔軟性と高性能を実感してきました。そんな魅力を今回は皆様と共有したいと思います。100×400mm の望遠ズームレンズの大きな特徴はその焦点距離の幅広さにあります。こちらは望遠端の 400mm で撮影していたエゾフクロウ。住処にしている素敵な形の樹洞で午後の日を浴びています。4000万画素を超えるセンサーを搭載したカメラで撮影しているので、長辺7952ピクセルの画像です。トリミングをしてさらにエゾフクロウを引き寄せて大写しにするような仕上げもできるでしょう。400mm というのは近づきにくい野生動物撮影に向いていて、トリミング耐性のある超高画素カメラとの組み合わせでやはり遠い位置にある被写体に迫ることもできて、一層幅広い写真表現を楽しむことができます。発想を変えてこういう撮り方はいかがでしょうか。そうです。100×400の広角端 100mm で撮影しています。先ほどの 400mm で撮影した写真では素敵な形をした樹洞に住むエゾフクロウを大きくしっかりと捉えることができた一方で、こちらの 100mm で撮影した写真ではエゾフクロウが住む素敵な形をした木全体の魅力やエゾフクロウが住む環境を表現することができています。このように同じ被写体でも焦点距離を変えるだけで趣向の異なる表現を可能にすることができるのは 100×400mm の望遠ズームレンズの大きな魅力の一つと言えるでしょう。いつもの狐写真も見ておきましょう。やはり 400mm という焦点距離はキタキツネたちに大きな警戒心を与えずに撮ることができている印象があります。夏の終わりの頃の草原でのんびりとしている若いキタキツネを 100×400mm の望遠ズームレンズの望遠端 400mm で捉えました。野生動物と距離をとってより自然な表情を撮ることができるという 400mm の焦点距離は野生動物撮影では重要になります。400mm の望遠端で遠くのキタキツネを座って集中して撮影しているとき、ふと気配を感じたのでもしやと思って見てみたら別の個体が近くにやってきて同じようにこうやって座ってこちらの様子を伺っているんですね。こういった時にこそワイド端の 100mm が生きてきます。単焦点レンズ、そう 400mm の単焦点レンズだったらこんな大きさに撮るためには一度立ち上がるか、このキタキツネを驚かせないように這うようにしてそーっとキタキツネから離れて撮らなければいけません。そんなことをしているうちにこの勇壮な雰囲気の瞬間を逃してしまうことは猶予待ちませんよね。柔軟な焦点域で撮影できるレンズはこういったシーンでも魅力的なのです。風景撮影での魅力も見ておきましょう。こちらは 111mm で撮影していた夏の美瑛の丘にかかった虹。風景写真を撮影するときには大抵望遠レンズで風景の素敵な一部分を切り取るわけですが、太陽高度が低くなる夕方の虹のように大きな虹が出たときには広い画角で撮りたいものです。こういった時に 100×400mm の広角 100mm 側が便利ですし、虹のかかり具合に応じてズームレンズを回して風景との関係でうまく収まるように画角を調整できるズームレンズは便利なものです。こういった調整の中で虹を見つけた私は 111mm のこの画角にしてシャッターを切っていました。こちらは 100×400mm のレンズの望遠端 400mm で撮影しています。朝霧に包まれた小学校の先頭尖った塔。このゼミで何度か紹介してきている被写体です。風景を撮影する望遠ズームレンズの定番の一つに 70×200mm がありますが、時々もう少し望遠側が欲しいこともあったりします。そんな時にこの 100×400mm が役立つんですね。また朝霧が出た時のように湿気の多い環境ではカメラのセンサーに空気中の水滴が付着してシミになってしまうこともあるので、できればレンズ交換やテレコンの脱着をしたくないものです。この観点からも風景撮影シーンにおいて 100×400mm という柔軟な焦点域を持つ望遠ズームレンズは使い勝手が良いという魅力を持っているということができます。ここからは飛行機撮影を例に見ていきましょう。こちらは夕日を浴びる夏の十勝岳を背に
旭川空港へアプローチしてくるボーイング767を捉えたものです。100-400mm の望遠ズームレンズの望遠端 400mm で撮影しています。圧縮効果によって奥行き感が消失して十勝岳の荒々しい山肌が背後から迫るように見えるのは望遠レンズならではの楽しさでもあります。こちらは夕暮れが近づく旭川空港から離陸するボーイング767をシルエットで狙ったものです。緯度が高い北国の夏は日没が遅く、そんな雰囲気を写真に残したくて撮っていたものです。空港の駐車場に止められている車両の多さにも夏休みの雰囲気があるように感じます。これらの情報をターミナルビルの旭川空港の赤い文字とともに入れるとなった時に、広角端の 100mm が役立ちました。2470mm や 24-105mm あたりのレンズに交換しても撮ることができるわけですが、直前まで 400mm で飛行機を撮っていたそのレンズでレンズ交換なしにこの画角が撮れてしまうのはやはり 100-400mm が魅力的だと言えるわけです。ここでお気づきの方もいらっしゃるでしょう。2つ目の魅力は 100-400mm の望遠ズームレンズは様々な被写体を撮ることができるということにあります。ここでご紹介してきた野生動物や風景、そして飛行機だけでなくスポーツや運動会の撮影でも活躍することでしょう。すでに 100-400mm をお持ちの方はコメント欄にどのような被写体を撮られているかご紹介いただけると、これから 100-400mm を導入しようか迷われている方々の背中を押すことができるかもしれませんので、コメントで教えていただけると嬉しいです。3つ目の魅力としてはコストパフォーマンスの良さを上げることができるでしょう。単焦点レンズの 300mm や 400mm は明るい F2.8 のものとなれば100万円から200万円という価格で展開されています。しかしこの 100-400mm のズームレンズの多くは30万円前後の価格帯で展開されているので現実的というか手にしやすいものになっています。ここに各メーカーは高い技術力を注いでいます。例えばオートフォーカスの正確さ、高速化されたモーター、そして軽量化の工夫、それぞれが様々な被写体を撮影する最前線の方々をはじめとした多くの望遠レンズユーザーの意見を取り入れながら開発されています。100万円から200万円という価格帯の直下の価格帯として存在している30万円前後のレンズという意味では、私の勝手な想像ですが、消費者にとってはかなり美味しいことになっているのではないかなと思います。もう少しだけ 100-400mm の望遠ズームレンズによる作例を見ていきましょう。こちらは春先の夕焼けの空で物思いにふける狐母さんを撮ったものです。河川敷の土手でおそらく自身の母親の子と自身の子、合わせて10匹近くの子狐を育てていた狐母さんでした。夕方の授乳後はしゃいで遊び回る子狐たちが疲れ果てて眠ってしまったのか、彼女は一人巣穴から出てきて桜の木の下で遠くを見つめていました。400mm で撮ると狐母さんと桜の木の幹だけになるところを 100mm で広く撮ることで桜の木全体のシルエットだけでなく豊かな色合いに変化する夕焼け空も入れることができました。こちらは秋に美瑛町の丘にある大豆畑で撮影していた朝霧の時の一枚。朝日と防風林が作る光の筋がカーテンのように素敵な朝でした。焦点距離は 177mm。焦点距離的には北海道風景撮影の標準レンズとも言われる 70-200mm の望遠ズームレンズでも撮影ができるのですが、この時使っていた 100-400mm のレンズでも極上な解像感で撮ることもできました。両方を持ってるならどちらを使っても良いのでしょうけど、これからどちらか1本を導入するという方は、そうですね、400mm という画角を使うかどうかでその判断をされることをお勧めします。昨今どちらの望遠ズームレンズも素晴らしい描写とオートフォーカス性能を持っています。でも当たり前ですが 400mm があるかないかは別次元の違いになります。超高画素機が増えている時代ですが、それでもなお焦点距離の差は大きな写りの差になって見えてきます。野生動物の自然な雰囲気をより高画質に切り取ることができるのは 400mm という焦点距離を持つレンズであることは言うを待ちません。その意味では野生動物撮影をされる方は 100-400mm を選ぶのも一つの手なのかなと思います。
そうそう、大切なことをもう一つ。多くの 100-400mm の望遠ズームレンズは、その開放絞り値が F5.6 や 6.3 となっていて、F2.8 などの単焦点レンズと比べるとボケにくいし、薄暗いところでより速いシャッター速度を求められる野生動物撮影や体育館など屋内でのスポーツ撮影では、ちょっと辛いものがあるのは否めません。本当に辛いんです。このうちボケについては被写体とカメラとの関係で背景をずっと遠くに持っていけるようなところを選ぶことによって大きなボケを得ることができます。このエゾリスのカットがまさにそうです。野生動物撮影の場合、被写体となっている野生動物の目線の高さで撮影すると背景をより遠くにすることができることが多いので、撮影の時は気をつけるようにしたいものです。では暗さについてはどうでしょうか。100-400mm の望遠ズームレンズはその絞り値が大きいためにカメラのセンサーに取り込まれる光の量が少なくなるので、明るく撮るためには感度を上げなければなりません。この点、今日の AI を使ったノイズ処理を行うことで効果的なノイズ低減をすることができるようになっています。この作例を撮った2017年頃は、この右側の写真に見えるようなたくさんのノイズに悩まされたものですが、今日では現像ソフトの上で数クリックするだけで綺麗にノイズが消えるようになりました。これによって少々暗い 100-400mm の望遠ズームレンズに新しい活路が見出されたとも言えると井上は感じています。いかがだったでしょうか。 100-400mm の望遠ズームレンズについてその魅力を柔軟な焦点域や汎用性、そしてコストパフォーマンスの良さという面からお話をしてきました。その柔軟な焦点域によってこの一本で風景から野生動物、スポーツや運動会、さらに飛行機撮影まで幅広いシーンで汎用的に活躍してくれるのがこのレンズの最大の魅力です。また価格も単焦点レンズに比べてぐっと入手しやすいと言えます。かつては 100-400mm のレンズは開放絞り値が大きくて薄暗いところやシャッター速度の速い撮影では敬遠されがちでしたが、 AI を使ったノイズ処理が一般的になってきている今日、これまで諦めてきた感度での撮影もできるようになっています。ぜひ今一度100-400の望遠ズームレンズの魅力を見直して、皆様の新しい写真表現のための次のレンズの選択肢にしてみるのも良いかもしれません。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。この内容が役に立った、もっと学びたいという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。